はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？今日のサクッとワンフレーズは、向いている、向いていないです。向いている、向いていない。この言葉聞いたことありますか？基本の形は、私は何々に向いてる。でも、何々には向いてない。こんな感じで使います。例えば、私は人と話すことが好きです。だから接客業に向いていると思います。こんな感じでね、使う言葉なんです。接客業っていうのは、お店の店員さんとかね、お客さんと接する仕事のことを接客業って言います。だからこの言葉は主に仕事とかね、そういう自分に合った仕事を探すときなんかによく使う言葉です。つまり意味としては、その人の性格や能力、キャラクターだよね。そういうのがある仕事や活動に合っているかどうかっていうことを表す言葉なの。そう、合ってるかどうか。得意じゃなくてもいいんです。合ってるかどうかなのね。そう。で、一方で、向いていないっていうのは、あまりその人の性格やキャラクターとその仕事が合っていない。そういうことなの。例えば、細かな数字をね、管理することが苦手な人、できない人は、会社のお金を預かる部署、経理部って言うよね。経理の仕事。経理の仕事とかは向いてないよね。できないことはないけど、多分ミスが多くなったり、やってて楽しくなかったりすることってあると思うんだよね。そう。だから向いている、向いていない。これは能力やキャラクターが合ってるか。そういう意味なんだよね。で、使い方としては、〇〇だから何々に向いてるって言うんだけど、この〇〇のところにはだいたい性格とかキャラクターがね入ります。例えば社交的っていうのは、人と会ったり話すことが好きっていうこと。社交的な性格だったら、営業とか、あとさっきも言った接客業が向いてるよね。それから几帳面っていうのは、すごく細かい作業とかをきちんとできる人のことなの。几帳面ね。数字とか、あと行が揃ってないと嫌とかね、綺麗にピシッと揃えたい、そういう性格の人もいるよね。そういう性格だったら、掃除のアドバイザーとかさ、あとそれこそ会社の中で数字を扱う仕事、そういうのが向いてたりするよね。それから誰かに何かを教えることが楽しい人、そういう人は塾の先生とか、あと学校の先生とかね、何か、あと日本語の先生もそうだよね。そういう先生の仕事が向いてると思う。こんな風にね、こんな性格だからこういうのは向いていると思う、合ってると思う。そういう感じでね、使います。でね、得意ですっていうのと何が違うのっていう質問あると思うんだよね。得意です。なんか似てるよね。だって私は人と話すことが得意です。言いそうだよね。で、これはちょっと違いがあって、得意ですっていうのは、今そのことが上手にできるっていう状態なの。だから私は料理が得意ですって言ったら、今料理が上手にできるっていうこと。でも向いているっていうのは、今それが上手にできてなくてもいいの。でもそれができるようになる性格とか、それをやってて楽しいと思えるキャラクターね、その人の能力、そういうものがあるかどうかっていうのを示しているの。だから私は料理が得意です。
これは料理が上手にできるっていうこと。私は料理をするのが得意。だから給食のスタッフね、子供の給食を作る人、そういうバイトは向いてると思います。こんな感じでね、使うの。だから給食のバイトが今得意なわけじゃないよね。そういう料理が得意だっていうキャラクターを生かしてこの仕事が合ってると思う。こういう時にね、その向いてる向いてないっていう言葉を使うんです。例えば私はチームでみんなで協力する仕事は向いてると思うけど、一人で全部を決めなきゃいけない仕事は向いてないと思う。こういう感じだね。私は自由に何でも決められる仕事が向いてると思う。でも上司に管理される仕事は向いてないと思う。こんな風に言ったりするよね。これって仕事の時だけじゃないんだよね、使うの。そうプライベートでも全然よく使います。で、例えばこの前ね、私旅行に行ってたんですね。タイにパタヤに旅行に行ってました。で、そのパタヤの旅行のまず計画ねは誰が練ってくれたのかっていうと、やっぱりそういう計画をきちんと立てられる友達がいるんですよ。何時のフライトにしよう。で、ホテルはここが便利だと思う。で、観光名所はこういうところがあるから、こういう風に日程で回ったらいいと思うみたいにね、すごく計画を立ててくれるのが得意な子っているよね。そうだからそういう子にね、旅行会社とか向いてるよねっていう話をしました。別にその子は今違う仕事をしてるんですよ。でもあまりに完璧な旅行プランだったから、もうそういう旅行会社とかほんと向いてると思うみたいにね、友達同士の会話で話をしたりしました。それからあと現地でね、みんなで旅行に行くとみんなで一緒にご飯を食べたりするでしょ。そしたら後でそのお金をみんなで割るよね。割り勘って言うんだけどね、割り勘します。食べたお金をみんなで割ること、割り勘ってめっちゃ使うのでよく覚えててください。で、割り勘する必要があるから、でもその場その場でね、全部現金で割り勘してたらちょっと大変だし、あと結構クレジットカードを使ってね、まとめて誰かが払ってくれて、それを後で精算する、こんなこともあるよね。で、一人の子が全ての料金をね、一旦全部立て替えてくれて、その精算の連絡ね、計算できたよっていうので最近くれたんですよ。もうそれがね、もう何月何日どの金額でこれだけ、割る人数はこの子とこの子みたいにね、もう綺麗な表にしてまとめて連絡してきてくれたんですよ。だからもう私はもうそういう子は、もうこういう子だったらきっと会社の経理とかもできるんだろうなって思いました。もちろんね、その経理の本当に仕事をしようと思うと会計の知識とかさないとダメなんだけど、その子が持ってるそういう素質だよね。いろんな計算を細かくメモをして正確に把握してね、でみんなに連絡してきてくれる。これってすごくまめな性格だし、丁寧で信頼感があると思うんだよね。そういう性格だから、そういう性格を見て、こういう子が会社のお金を管理したりする仕事に向いてるんだろうなって思ったの。こんなねエピソードがありました。で、一方でね、要は私はもう計画もその友達がやってくれたからね、ありがとうって言って、もう本当にそのまんまお願いしますって言ってね、乗っかっただけだったし、で生産もね友達がやってくれてたから、別の子がねまたやってくれてたから、その子に後でねありがとうって言って立て替えてもらった分を支払う。もうそれだけだったんですよね。だからもう私ができること、私がみんなに何かしたことがあるとするなら、
まあ喋ることぐらいなんですよ。そうこう明るくね喋ってねこう楽しい空気を作ることぐらいかなそうまあでもねそういうのです。だから向いてる向いてないだからまあ私はこの YouTube の仕事は自分で向いているって思ってるんですね。まあこんな風にね本当にその仕事をしてなかったとしてもこの向いてる向いてないっていうのはまあ時にはねこう褒め言葉として使ったりいろんな時に使える言葉なのでぜひ覚えていてください。みんなはどんな性格でどんなことが自分に向いてる向いてないかなってそういうのあるかな。ぜひねアウトプットの練習だと思ってコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回の YouTube でお会いしましょう。またね。